こんばんは、マイフルです。映ってますでしょうか？声聞こえてますでしょうか？バランスとか大丈夫でしょうか？えーっと、これ緊張しますね。今日は、どうだろう。今何が起きてる？今、私が喋ってて、で、ちょっと BGM をちょっと流しています。もし、音のバランスとかが変だったら教えていただけると嬉しいです。あ、早速コメントありがとうございます。渡部さん、こんばんは。よろしくお願いしますと。こちらこそよろしくお願いします。今日は、このチャンネルを立ち上げて3年目、3周年の記念に、雑談ライブ配信をしたいと思います。見てるよさん、聞こえます。見えてます。聞こえてます。ありがとうございます。じゃあ、この感じで行ってみようかなと思います。うん、これでいいかな。はい。で、あ、山吹さん、こんばんは。3周年おめでとうございます。ありがとうございます。こんばんは。九太郎さん、こんばんは。こんばんは。月曜日の夜からで、とても、申し訳ない気持ちなんですが、今日がチャンネル作った日だったので、月曜から夜更かしはしないかもしれないけど、はい、配信させていただきます。あ、ちゃまさんも、こんばんは。おめでとうございますと。ありがとうございます。あ、ナッパさんも、こんばんは。おめでとうございますと。ありがとうございます。3周年、無事、3年続いたってことですかね。続けることができました。で、そうそう、今日は、そうですね、3年経って、私は多分1周年、2周年って別に何もしてこなかったので、あ、待って、どうしよう、話止めちゃった。九太郎さんのね、泡風呂の湯加減どうでしたかって、昨日の多分第3次の X の投稿を見たんですよね。そういうことになっちゃったんですよね。お風呂の、カビ取りというのかなをしようと思って、なんかそういう風呂釜の洗浄液を入れて、ほっといたら、すごいことになっちゃいました。塩素臭い、すごい、ゴージャスな泡風呂ができてしまって。大変でしたね。もう、おかしくてもうずっと笑ってましたね。夜なのに。はい。なんだっけ、そうそうそう。そう、チャンネルが、そっか、3周年になって、そういう1周年、2周年をスルーしたので、初めてチャンネルのお祝いの企画をこの度してみたという感じですね。で、そう最近チャンネルを立ち上げた時のことを自分で振り返っていたので、今日なんで YouTube を始めたのかを最初に少しお話をして、でその後今回嬉しいことにいっぱいコメントをマシュマロで募集をさせていただいたところ、たくさんコメントをいただいたので、それお答えしながらいろいろお話をしていきたいなと思います。でもし聞こえづらいとか、なんかうるさいとか、何か音のバランス変なことだったら途中遠慮なく教えていただけると嬉しいです。今私からは聞こえない状態になってるので、そう聞こえてないんです。ね、そうなんでこの9月8日にまずチャンネルを作ろうと思ったかというと、スプラトゥーン3の発売を記念してというかで始めたんですよ。今着てる服、これスプラトゥーンのシャツなんですけど、そうそう、あ、ジェイソンさんもこんばんは。お越しいただきありがとうございます。そうそう、まずね、なんかフルートで何かやりたいなって思ったん
んですけど、なんか楽しいことがやりたいなって。で、何をやろうかなって思った時に、とりあえず自分の好きなものを一個一個、興味のあることとかを列挙してみたんです。で、まず音楽については、最初は今本当にゲーム音楽ばっかり吹いてますけど、もうちょっと広くなんかゲームとかアニソンとか、なんかそういうものをフルートで吹いてみたいなって思ったので、まずそれをやってみたいなっていうのが一つ。それと、あと、どういう演奏形態にしようかなって、例えば何かその伴奏を自分で DTM みたいので作って吹くっていうのもありだなと思ったんですが、なんかフルートのいろんなフルートの編成を入れた、なんかそういうアレンジみたいのに興味があったので、それをやってみたいなっていうのを考えて、で、その2つをとりあえず合わせてやってみようっていうところから、始めました。で、スプラトゥーンの曲を初めてこのチャンネルに上げた曲が、スプラトゥーンの塩辛節という曲なんですけど、自分で、なのでそのフルートだけのアレンジで、そういうゲームとかアニメの曲をカバーしてみたいと思って始めて、で、スプラ3が発売がもう間近だったので、私の頭の中は結構スプラトゥーン状態だったんですね、その頃。で、アニメとか、そうアニメとかゲームの曲とかやってみたいな。ただ、フルートだけでできるのかなっていうのが、ちょっと不思議に、そんなにこう確信がなかったというか、フルートでというか、私がフルートでできるかっていうのが、それだけが心配だったんですよね。で、曲の例えば編成みたいなのによっては、イメージがフルートだけのそういうアレンジにしても、あの、イメージが湧きやすい曲もあるけれども、例えばその、スプラトゥーンとかだとバンド編成の曲が多いし、あとやっぱりオーケストラとかそういうも壮大な感じのスケールの曲なんかをフルートだけでできるのかなっていうのは自信がなかったんですよね。で、とりあえずその当時はこの「塩辛節」という曲がフルートだけで吹けたら、なんか他の何でもいけるような気がしてきていまして、もしこれができたら続けてみようかなっていうことで、あの、まず塩辛節の譜面を作ってみて、で、当時の私はまだ、フルートとピッコロしか持ってなかったんですよ。2本しか楽器を持っていなくて、アルトフルートとバスフルートはその時は持っていませんでした。だから、あの、借りてきたんですよね。うん。だから一番最初に上げた塩辛節の動画っていうのは、アルトフルートとバスフルートはレンタルしてきた子で吹いています。今吹いてる楽器は自分の楽器なんですけど、その時はレンタルして、で、とりあえずやってみたんですよね。で、スプラトゥーンの発売日に合わせて完成するように頑張ってやってみて、で、楽器のアルトフルート、バスフルートについては、このチャンネルで久しぶりに塩辛節で、借りてきたぐらいなんで普段吹いてなかったというか、学生の頃にフルートのアンサンブルの演奏会とかやってたので、その時に私はバスフルート担当でよくやってたんで、バスフルートは知ってました。アルトフルートも学校にあったから吹いてはいたんですけど、そんなにやり込んではいないし、バスフルートもその演奏会の時だけ吹いていて、そんなに普段からやり込んではいなかったので、もう本当に超久しぶりの状態からレンタルをして、しかもレンタルも結構高いんですよ。1泊いくらだったかな。ただ2本も借りて1週間借りたんですよ。だから結構な金額になっちゃってずっと借り続けるならもう絶対買った方がいいような感じ
でしたね。でもその時は続けられるかわからないので、1週間レンタルして、で、もっと言うとピッコロも久しぶりに見たかもしれないですね。もともとあんまりピッコロが苦手だったから、ちょっと食わず嫌いみたいな感じで、あんまり持ってるくせに結構吹かない時期があったりとかしていたので、だからこのチャンネル立ち上げてこの3年っていうのはある意味ピッコロ、アルトフルート、バスフルート歴3年みたいなものでもあるというか、もっと言うと多重録音も、これで初めてやってることなので、多重録音歴も3年というか、なのでなんかこういろいろとこのチャンネルはなんか詰まっていますね。で、実際にその塩辛節を取ってみて、なんだろうな、その質がどうかとかそういうのは全然うん、自信はなかったんだけれども、取ってみてなんか面白かったんですよね。自分がとにかく面白かったんです。で、まあただね、自分が、録音して自己満でなんか自分のね、データとして保管しとけばいいのかなとも思ったんですけど、なんかこれを面白いと思ってくれる方がもし他にもいたら嬉しいなと思って YouTube に上げてみました。ではそのスプラトゥーンのお祝いにもなるしいいかなみたいなところでYouTube チャンネル作ったのがきっかけですね。はい、で、塩辛節が楽しかった。よし、もうこれ YouTube チャンネル作ってこの先も好きな曲いっぱいやってみようって思った時に、ここで問題が一つ、アルトフルートとバスフルートどうするっていう問題があって、楽器はね、そんなに安い買い物ではないので、さあどうしようと思ったんですよ。で、年々ね、結構楽器も値上がりしてるので、昔の古いカタログが家にあって、それ見て、ネットで最近の値段見て、もう20万も上がってるみたいな感じの、なんか結構値上がりしてて、で、とは言っても、あの、そうですね、金額には何かちゃんと線を引いて、そこで買い物しないといけないよなと思ったので、楽器をその1週間借りて返しに行った日、そこ楽器のいつもフルートの調整とかお世話になってるお店なんですけど、恐る恐るアルトフルートとバスフルート合わせて100万で買えますかって聞いたんですね。いけんのかなって、私は中古とかそういうのも入れてなんとかならないかなと思ってちょっと恐るね聞いてみたら、なんとかしてくれたんですよ。収まるよって、楽器もピンキリだけど50、50で収まるよっていうことで見事アルトフルートとバスフルートも買うことができて、今のこの4種類の、フルート族の楽器を使った多重録音ができるようになりました。で2本目の動画からはもう自分の楽器だったんですけど、さっきお話しした通り本当に久しぶりにアルトもバスも吹くことになったので、結構最初は苦労したなって思い出があります。なかなかうまく音程が取れなかったりとか、そうなんですよね。結構苦労してました。だからもう私のチャンネルに載ってる動画たちは全部その歴史が全部残ってるというか、もう正直なんか最初の方の動画とかちょっと暗黒歴史みたいな感じがして消してしまいたいような気持ちのものもちょっとあるんですけど、撮り直したいっていうのかな、なんですけど、これも一つのね歴史というか、これがあったから今があるし、これからも何かあるかもしれないので、消さないでおきます。おきます。ちょっとコメント読んでもいいですか？渡部さん聞いてみるものですね。もしかしてコメントはやはり
後でちょっとお話しします。うん。九太郎さん、それでも高いけどありがたいですね。ねえ、楽器高いんですよ。正直バスフルートだけで200とかあるんじゃないかなと思います。アルトフルートだけでも。うん。フルートってすごいいやらしい話で金相場なんですよ。金属の値段なんですね。だからどうしても高くなっちゃったりします。うん。金は年々上がってるから金属関係ですよね。うん。だからまあ早めに買った方がいいって感じですね。うん。そうなんです。チャムゼルダさん、初見です。チョマさんのところから来ました。3周年おめでとうございます。お名前をなんか、チョマさんのところで見たことがあるような気がします。お越しくださりありがとうございます。ありがとうございます。うん。黒ではなく暗黒。渡部さん。暗黒だね。あと黒歴史。黒歴史聞こえちゃって、暗黒歴史。うん。私多分ちょっと今日話してるとわかると思うんだけど、ですけど、ちょっと表現がゲーム的というか、暗黒とか、なんかそういう言葉結構使っちゃうかもしれない。そうなんです。あ、山吹さん、素敵ですから消さないで、ありがとうございます。そう言ってくださると、うん、消さない気持ちが強くなる、できますね。ありがとうございます。あ、ヨンさん、いらっしゃい。こんばんは、3周年おめでとうございます。ありがとうございます。チャンネル3歳になりました。あ、チャムさん、はい、よくお邪魔しております。ですよね。そこの、これ、なんだろう、あ、ルージュ様じゃないです。ゲルドだなと思って。ルージュ様好きなんですか？私もルージュ様大好きっていうか、もうダメだ、これちょっと話って脱線するな。でもちょっと言わせてください。ルージュ様はティアキンでほんと可愛くなりましたよね。髪の毛切って。もう髪の毛切って、ちょっともう私はやられたんですよ。私髪伸ばしてるんですね、頑張って。もともと結構ショート歴が長くて、で、ティアキンでゼルダ姫とルージュ様が、ショートカットにしてめっちゃ可愛いの見て、もうほんと切りたかったんですよね、自分の髪。別に私が切ったからって、ゼルダ姫とかルージュ様みたいになるわけじゃないんだけど、もう超可愛いですよね。もうほんとやばい。もう話がやばい。ちょっと待って、脱線する。そう、ここまでにしておきます。はい。うん。あ、リンゴ飴ペンタさんも、ちは3周年おめと、ありがとうございます。こんばんは。これ、ちょっと待って、話ダメだ。脱線する。やばいやばい。とりあえず、チャンネルを、そうですね、立ち上げた経緯というか、は、これでお話できましたよね。そう。で、これをね、このことをまず話したいなって今日思ったんですけど、そもそもこういう話を皆さんが知りたいと思うかわからなかったので、で、マシュマロで質問というか、リクエストの募集をさせていただいたんです。そしたら、なんとですね、これかな？あれ違った。ちょっと待ってくださいね。そう。このマシュマロいただきまして、YouTube での投稿を始めたきっかけはどのようなことですか？またこれまでを振り返って記憶に残っている出来事などありますか？って質問をいただいたので、そうなんか需要のないことだったら話すのどうしようかなって迷ってたんですけど、このメッセージをいただいたので、喋るなんていうのかな、こう背中を押してくれたような感じで、今日よし話そうと決意をしました。メッセージくださってありがとうございます。で、これからこの先はだからいただいたマシュマロを一個一個読んでいこうかなと思います。あ、ジャムゼルダさん、ルージュ推しです。アイコンにしてるのが申し訳なくなります。本当可愛くてかっこよくて好きです。でもその通りで。あ、ルージュ推しの方がいた。やった、嬉しい。もうルージュ様本当可愛い。もうダメだ。もうちょっと待って。本当脱線するね。ダメですね、これ。
なんかルージュ様の素晴らしさを語る回になっちゃう、このままだと。どうしよう。でもなんか声も可愛いしさ、ね、なんか一緒に戦いに行ってる時のさ、掛け声、よーしっていうやつが超可愛い。なんかちょっといたずらっぽくて可愛いなって。もう、いや、可愛いですよね。ちょっともうやめましょう。質問いきますね。行きましょう。夜遅くなっちゃう。はい。そうそう。で、次の、いただいたメッセージなんですけれども、なんか他の配信の方のところで見かけたことのある文脈なんです。で、皆さん、そのメッセージは結構後半に読まれていることが多いんですよ。ただ私は次読みます。とても熱い、メッセージをいただきましたので、心を込めて読ませていただこうと思うんですけれども、ちょっと私演技は得意じゃないので、いけるかな。ちょっと水飲ませてくださいね。いきますね。演奏家の名にかけていきましょう。いきます。次の熱いメッセージ。なのにちっちゃいね。ちょっと大きくしますね。ナッパさん。嫌な予感が。じゃあ、ゆっくり、スーッと出していきましょう。スーッと。そうですね。なんか恒例、しかし私のところにも、こんな素敵なメッセージが届いたんだなと、嬉しく思いますので、うまく読めるかな。いきますよ。いきますよ。迫真の演技。いきますね。緊張するな。では、読ませていただきます。マイフルさん、3周年おめでとうございます。何かリクエストいただけたら嬉しいとのことで、なら自分、時岡のゲルドの滝の曲、生演奏で聴きたいです。夜は楽器が鳴らせない環境なので演奏はできないのですが、この一文見逃してた。なかった。とりあえず今行きます。今多分、全速力でうちに向かってきてくれてるはず。マイク大丈夫でした？ごめんなさい。もうこんな声今日は、こんなボリュームの声出さないので、ちょっとマイクね、最初にあれですね。ちょっと音量注意って言っとけばよかった。すいません。カタカナ、そうそうそう。クソマロって呼ばれてますけどもとても情熱的な、この人どこにでも突撃するなって、そうですね。突撃好きなんですかね。まだインターホン鳴ってないから、まだ到着してないみたいなんですが、この配信が終わるまでに、お付きになることを楽しみに。そうですね。なんでみんなの受賞知ってるんですかね。突撃隊。なんでですかね。ゲルドの谷の曲がお好きということなので、とても情熱的な、動かずにはいられない熱いパッションの持ち主なのかもしれませんね。そう、夜楽器が吹けないからって、そうなんですよ。本当はね、今日なんか吹けたらいいなって思ってたんです。だけど、夜だというか今日が月曜日というのもあって、もし演奏をライブ配信するんだったら昼間になっちゃうし、でも月曜日の昼間と思って、なんか雑談にしちゃおうかなっていう感じでした。前多重録音のライブ配信した時にもう少しお話ができて楽しかったんですけど、やっぱり演奏というか、そう多重録音、次この曲のパートやって、次あれ吹いて
吹いてってなんか頭の中でこう、うわーっと思いながら、お話をしてると、なんか自分もあんまりリラックスができなかったので、まあ、本当に話だけのこういうことが、まあ、たまにあってもいいのかなっていう感じで、今日はもう雑談配信と割り切ってみました。そう、だからなんか話をする機会が欲しくて、私ゲーム配信も別のチャンネルでやってみてるんですが、最近全然実は、配信できていなくて、なかなか時間がね、取れないくて、あの、と風のタクトとかやってるんですけど、配信のためにずっと止めてて、遊べてないんですよ。もうほんとやりたいという感じで、そうですね、生演奏がね、そう、今日できなかったのが残念ですが、熱いメッセージを読ませていただきました。では、多分次からはもうとても、安全な安全なマシュマロが続きますので、はい、もう大きな声は出すことはないと思うので、はい、リラックスしてお聞きいただけると嬉しいです。お話会たくさんあってもいいと思う？あ、本当ですか、渡部さん。なんか私のこのチャンネルって、海外の方からなんかメッセージ来ることも多いんですよ。だから、こうやって日本語なんか私が英語喋れれば、なんかね、かっこいいんですけど、やっぱり日本語だけになっちゃうから、どうなのかなと思って、なかなか、なんかできなかったんですけど、どうなんですかね。この動画も終わったら、なんか可能な限り字幕つけてみようかなとか思ってるんですけど、なかなかそれでなんか悩んでしまって、あんまり雑談配信やっていなかったというか、ですね。本当はね、なんか最近あげた曲のこととかゲームのこととかめちゃくちゃ語りたいんですよ。いつも全部私は譜面作るところからその録音というか動画にするまで、もちろん全部一人でやってるので、なんかなんだろうな、例えば譜面を作ってる時とかって、普通ゲームの音楽ってなんだろうな、やっぱゲームプレイしてる時に流れてる音楽なので、やっぱりゲームに集中してて音楽への意識が少し薄くなるというか、音楽だけやっぱりこう集中して聴かないとわからないこともあったりするので、こう譜面に書き起こす時は特にじっくり音をやっぱり取りこぼしがないようにじっくり聞くので、なかなかこう気づかなかった音とかに気づいた瞬間とかはもう本当になんか一人でもこの曲やばいみたいな感じですごいテンションが上がっちゃうんですね。なんかそういう時にこう一緒にでここやばくないみたいな共有する人がいないのが寂しいというかそういうこともあったりとか、普通にそのゲームのね、これかっこいいよねとか、ここ感動するよねみたいな話もできないから、なんか作ってる間はそうですね、孤独っていうのかな、結構楽しくやってるんですけどね。だからなんかこうやって動画上げてコメントいただいたり、今日こうやってお話ししたりとか、なんかこういう気持ちが共有できる方とこうやって出会えたっていうのは、これも確かにこの YouTube 始めて本当に良かったことだなと思っています。そうなんです。チャムさん全て一人なんです。楽器やってましたけど譜面未だに読めません。そうですか。なんか譜面読めない人は、あとなんかコードで覚える人絶対なんか読もうとしないというかですね。そうだな。どうなんでしょう。私は多分漢字より簡単だと思うけどとか、音12個しかないからねと思いますけどね。そうでも本当全部一人だから、なんか逆になんていうのかな、なんかこう勘違いしちゃってるって勘違いして進めちゃってることとかも見ずに、なんかずっと気づかずにもう録音まで終わっちゃったとか、そういう瞬間もあったりして、なんかもそうするうわやっちゃったみたいな時もありますね。
一個一個のだから作業が本当に誰のチェックもないからドキドキします。ですね。じゃあ次に行きましょう。次の質問読みます。正直ゲームをガツガツやっている風貌には見えないのですが、何歳くらいからゲームを始めたのですか？またその当時によくやっていたなと思うゲームは何ですか？という質問をいただきました。正直ゲームをガツガツやってる風貌には見えない。本当ですか？これはこれはいいことなのか悪いことなのか、どっちなんでしょう。ゲームというか、ゲームをガツガツやってる風貌ってなんだろうってなんかこのメッセージをいただいた時からずっと私考えてて、なんだろうって、眼鏡をかけてるとかそういうことなのかな。ちなみに私は今コンタクトで目めっちゃ悪いです。なんかそうね、ゲームのやりすぎで悪くなったわけじゃないと思うけど、まあでもゲームもめっちゃ子供の頃からやってたからどうなんでしょうね。何歳からゲームをやっていたかと言いますと、幼稚園です。幼稚園の頃からゲームやってました。チャムさん、コードと耳と目で判断してました。じゃあコード派の方、ギターとかですかね、そうすると。でも私、逆に言うとギター弾けないので、あと、コードわかんないです。わかんないです。なんか、ちょっとしかわかんないです。はい。で、そう、ゲームね。幼稚園の時に初めてやったのがゲーム。だから、いろんな子供の頃ピアノ習ったり、で、フルートは9歳ぐらいから始めたんですよ。とか考えると、それよりも早くやっていたのがゲームだった。なんだろうな。受験とかね、コンクールとか受けてたことも決まったので、そういう時はお休みはしてましたけど、だからもうずっとね、休みなく続いてたわけじゃないですけど、歴としては結構長いんじゃないんですかね。友達のうちにゲーム機があって遊ばせてもらったのがその幼稚園の時で、うちの親はあんまりちっちゃいうちからこういうものをやらせていいのかと疑問に思ってたみたいで、すぐには買い与えてくれなかったんですけれど、それでもゲーム機割ともう、小学校の時にはあったかなと思います。でこの質問ってよく考えると何歳ぐらいからゲームを始めていたか、そして当時何をやっていたか、これ年齢バレしていくやつですねなのかなと。別に私はその年齢を隠そうと思っていないのでいいんですけど、仮に私が年上だったとしても気軽に接してくださいねお願いします。昔ね、私大学一浪して入ってるんですよ。でそれを同じ同期の子にそう私浪人して入ってんだよねって言った瞬間、急にその子が敬語になっちゃって、そうなんですかみたいな。それまでおはようとか今日は天気いいねとか普通に話してた友達が急に敬語になっちゃって同期だからさ普通にしていいよって言って、普通に今話してるけどそのね、こう年齢でね線引きというか寂しいから、私はいいんです、別に年齢が、別にだから何歳ってここで公表するのちょっとどうなのかな相手はしないけど、別にそんなに、なので言いましょう普通にゲームに関わることでちょっと話していきましょう。
そう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 。あ、そうか、チャムさんはバンドでベースでした。おお、ベースいいな、かっこいいな。私もし、バンド編成でなんか楽器なんかやるって言ったら私ベースやりたいって思ってたので、かっこいいな、ベース。いいな、いいな。ゲームで世代バレするんですよね。皆さんの反応があるある。うんうん。うん。でも、そのね、幼稚園の時の、お友達のお宅は、多分、レトロゲームがお好きだったんだと思うんです。うん。レトロゲームがね。だからね、そのうちにあったのは、ファミコンでした。うん。うん。ファミコン、時代はわかりませんよ。ただレトロゲームがきっと好きなご家庭だったので、ファミコン遊ばせてもらいました。うん。ファミコンもやった。スーファミもやった。任天堂のね、ゲーム機全部やってますね。で、プレステも、あれは2かな？プレステもあった。でも弟に取られちゃって、あまり遊べてなかった。うん。みたいな感じです。で、よくやってたゲームなんですけど、ちっちゃかったので、子供だったから、買い与えられるゲームっていうか、その親の趣味で、これで遊びなさいみたいに渡されてやっていたゲームが多かったですね。で、だから親の趣味にのっとってやってたので、マリオ系が多かったですね。で、自分の意思で初めて選んだゲームは、ポケモンの赤緑でした。自分、ゲーム機は、家族の誰かが、テレビゲームですね。家族の誰かが遊んでて、自由に自分では、遊べなかったので、自分だけのゲーム機がすごい欲しくて、で、ある時、お年玉とか、そういう感じのお金で、ゲームボーイミニ買って、じゃあ何のソフトで遊ぼうって思った時に、あのそうそう。まだね、その時ポケモン流行ってなかったんですよ。多分。まだ流行る前に、そのポケットモンスターっていうソフトが、赤と緑が並んでて、これなんだろうって、マリオとかと全然違う、見たことないゲームだなって。で、私は植物が好きだったので、今も好きかな。うん。で、不思議花のパッケージの絵がね、花が咲いてるモンスターで、可愛いなって、緑で植物でいいなと思って、買って。それが本当に自分で本当に選んで買った初めてのゲームだったので、すごいポケモン青緑、今、メッセージ見たら青って言っちゃう。ポケモン赤緑青ね。はい。をね。チャムさんも同じ世代なのか。じゃあ、近そうですね。うん。ポケモン、初代ポケモンですよね。が、すごく、思い出に残ってるゲームかなって思います。うん。ストーリーも好きだったし、モンスター、ポケモンもね、自分のペットのような存在で可愛くて、曲もどんどん先に進んで、南蛮道路の曲とか、楽しい曲も多くて、すごい、音楽にもワクワクして遊んでいたような気がします。うん。チャムさんはおそらく、世代が近そうですね。小声。ただここで今、私に釣られて発言すると、己の年齢も皆さんのちょっと暴露してしまうかもしれないので、気をつけてくださいね。そうですね。あと、でも子供の時はそんな音楽に注目して遊んでるっていうよりは、やっぱり純粋にゲームとして楽しんでる方が多くて、こうやって多分多重録音とかやってみようと思った時に、本当によりその音楽の方にフォーカスして
聞いてみたりみたいなのはするようになったかなって、思いますね。でもそんな中で子供の頃衝撃を受けたゲームが1個あって、プレイステーションのIQ ファイナルっていうパズルゲーっていうのかな、それの曲が私衝撃を受けて、というか多分あのくらいの時代の時ってゲームの音楽がこういろんな音が使えるようになってってすごい幅が広くなった時代なので、たまたまその中で IQ ファイナルを私が初めやったのが初だったから衝撃を受けたんだと思うんですけど、すごいオーケストラの曲が入ってて、すごい衝撃、ゲーム音楽ってこんなにすごいのって思ったのがその時が初めてだったかなと思います。ただその時はただ衝撃を受けただけで終わっちゃったんですけど、その時ぼんやりと、自分がやってるようなそのクラシックの楽器、フルートとかでもこういうゲーム音楽ってできるのかもしれないななんて思ったことがありましたね。そうです。ということでちょっと話が脱線しましたけど、幼稚園からやっています。はい。そしてでは次に行きますね。はい、読ませていただきます。まゆふるさん、3周年おめでとうございます。これから発売予定のゲームで楽しみにしているものを教えてほしいです。いつも素敵な演奏をありがとうございます。これからも応援しております。ありがとうございます。なんと、発売を楽しみにしてるゲームですね。はい。いっぱいありますよ。いっぱいあるけど、きっとみんな楽しみにしてるゲームなんじゃないかなって思います。ちょっといっぱいあるから、ちょっと私の欲しいものリストを見させてください。そうね。まず、ドラクエが出ますよね。来月かな。ドラクエ楽しみです。ゼルダ無双も封印戦争楽しみです。あとファイナルファンタジー7が出るんですよ。出るらしいですね。これまだ日にちって決まってないでしたっけ？ 2025 年なのかな。これもとても楽しみにしています。私実はファイナルファンタジー全然遊んでないんですよ。有名なゲームだから曲とかそのキャラクターとかなんとなく知ってますけど、やってないというかあえて触れないようにしてきたっていうのがいいのかな。だって絶対ね遊んだら沼にはまるでしょこれ以上沼にはまったらちょっとやばいと思って見て見ぬふりしてきたんですけど、もうさすがにねスイッチで発売されたらやろうかなって思って楽しみにしています。あとはそうですね。あと楽しみというか気になってるのは違う星の僕ら。あれ2人いないとできないからどうしようってずっと思って誰を誘うかずっと悩んでいたりしています。お互い秘密を抱えて一緒に協力プレイするんですよね。だからどうなんですかね。実際やって人間関係がギクシャクしないのか変な心配をしていました。そうチャムさんそう触れたら沼るから触れないの分かりますってね。もうファイナルファンタジーはもう危険な香りがもうずっとね漂ってるからでも何か機会があったらやりたいなって。あれナッパさんゲームもし違う星の僕ら待ってちょっとタイトルがごめんなさい。違う星の僕ら。山吹さんも皆さんやっぱ気になってる方がいらっしゃるんですね。これ一人じゃできないから本当どうしますか皆さん誰かいらっしゃいますかやる人よければ遊んでください。でもこれ本当喧嘩になんないのかなって心配なんですけど
ね、どうなんですかね。言っちゃいけないんでしょなんか。ね、あ、ペク太郎さん。ファイナルファンタジー7、あれを携帯モードで遊べちまうのかという驚き。ね、ですよね。ね。携帯モードでね、あれ最近携帯モードでやって、なんだっけな。なんかやばいと思ったのがあったんですけど、普通にゼルダかな。最近私、ブレワイ2周目やって遊んでて、基本的に大きい画面でやるようにしてるんですけど、携帯モード綺麗で、本当に、いや、もうゼルダ持ち運べるんだっていうのは嬉しいですね。確かにそっか、ファイナルファンタジーもできるってすごいな。いやー、ちょっと沼るな。沼来ますね。必ず未来に沼がやってくる。まあ、幸せなことですから。なことですね。ということで、楽しみにしてるゲームは、そんな感じ。で、次のね、メッセージがね、すごいメッセージなんですよ。で、楽しみにしてるゲームを教えてくださいっていう、今のメッセージで、そう、おすすめのゲームをね、いっぱい教えてくださったんです。見てみましょう。ちょっとすごすぎて、ちょっと準備しますね。簡単に出せるかな。今すごいちっちゃいけど、これ全部なんですね。読めるように拡大していきます。多分ちょっと時間かかっちゃうかも。すごいんですよ。なんかすごい貴重な情報をくださいまして、これ、このね、この感じも私、どなたかの、配信で見たことがあるんです。もうありがたいことにこんなに発想ですよね。いや、ものすごいこれは貴重なものを情報をいただいて、あれ、公開しちゃってそういえばいいのかな。ちょっと収まりきってないので、とりあえずちょっとスーッと今、下までゆっくり手動で、はい、スクロールしていきますね。秋におすすめのフリーゲームということで、そう、ドラクエの発売に伴って RPG 多めということで、はい、たくさん書いてくださっています。この RPGG というゲーム。勇者ご一行様、殺人事件。勇者ラルフの冒険、殺人事件。なんか殺人事件多いですね。武器集め、何でも武器になる RPG。最後の村、勇者が失敗した世界で村人は何ができるか。ハロウィンリベンジャー R っていうのかな。もうね、ごめんなさい、ここにバカゲーって書いてあるこの言葉が好き。ソウル・オブ・ザ・デッド。8番勇者。この8番目に8番勇者ってセンスいいですよね。そうですよね。皆さん見たことある方はいらっしゃいますよね。そう、私のところにも来てくださったんだと。とても嬉しいです。ありがとうございます。こんなに。で今、まだ8番目の8番勇者。9番目がようこそ、敗退村。次がドラゴンクエスト10オンライン。永遠に遊べるドラクエですよね。沼ると思うんだけど、これ沼、これ危ないよ。絶対危ないやつですね。ブンブンフェスティバル12番。これすいません。漢字が、東方、そう、これ最後の漢字何ですか？でも東方のゲームですよね。東方。ですよね。弾幕ゲー系かな。で、紅葉見に行こうよ。次、お腹が空いた。私は何でも食べるから。ちょっと怖い感じしますね。アナナス探偵、禁じられた強行、謎解き系。保安官ラプソディ、小さな島の小さな事件。長いでしょ星影の宿、殺人事件、おすすめ。
ポケットミラー。あれこれって、とりあえずタイトルだけを先に読んでいきます。白雪姫の毒みかん、アルネの事件簿でプラモギアということで、21個もね、渡部さんありがとうございます。タンって読むんだ。なかなか使わない字。東方、そうタンって読むのかな。ね、この漢字難しいのは出てきますよね。そう特におすすめ多いですよね。そうということで21個ものおすすめのゲームを送ってくださった方がいらっしゃいまして、私これ全部できるのかなって全部ゲーム調べました。で結構プレイ時間がね短いものもあったんですよ。だからそういうのは確かにすぐに消化できそうかなという気はするんですけど、これ年内に消化も難しいんじゃないかなって。でということで気になるゲームがさらにこれもらったおかげで増えちゃったんですね。でこのここで全部話してたらどうしようもないのでこのね2番目の勇者ご一行様殺人事件ってこのスライムが勇者一行を全滅に導くパズルゲームっていうさスライムが復讐するっていうことですよね。こういうの好きですよ私。ね、逆転のね発想じゃないけどこれ楽しそうだなって思いました。RPG 大好きです。なので RPG も多いし楽しそうだなって本当にありがとうございます。これこれさこれだけについて話すだけで多分2時間ぐらい時間経つと思うんですよね。だって今何時？もう10時じゃないですか。ね、ちょっと一個一個ゆっくり話したいんですけど、ごめんなさいちょっと時間の都合これ楽しませていただきます。本当にありがとうございます。私をどこまでゲーム沼に引っ張るのだとね本当に今やってるゲームもいっぱいあるから頑張りますね。隙間を見つけてやっていきたいと思います。本当にありがとうございます。で次の質問はとてもシンプルだけどこれ悩ましい問題だと思います。犬派か猫派か。もう究極の選択ですね私にとっては。あれそういえばいや大丈夫です。皆さんどっちなんでしょうか。犬派猫派これ決められますか。私卑怯な答えを出すなら両方好きなんですけどでもねこれ両方好きですって答えたらちょっとずるいですよね。なのでちょっとここで決着をつけようと決着をつけたいなって思ってずっと考えてたんですけど私は結構家に犬もいたし猫もいたし鳥も飼ってたしうさぎとかハムスターもいたし金魚も飼ってたし結構動物が家にいっぱいいる家だったんですね。でそうですね犬も猫も等しいぐらいいたしで性格的に私はそうだなツンとしてる方が好きなんですよ。そうすると猫派かなって感じもするんですけどこうベタベタ甘えてくる子よりもなんか普段はすごいこう触ろうとするとなんかこううざがって逃げるみたいななんかツンとしててたまに甘えてくるみたいな性格の子が好きですね。でそうすると猫の方が多いのかなと思うんですけどうちで飼ってた犬も割とそういう性格の
犬がいたので、これは犬猫関係なくなんかその子の性格なのかなって感じもしますけど、でも一般的になんか犬は従順で猫はなんかちょっとツンとしてるみたいなのに当てはめるんだったら猫の方が好きかなって感じもする。でもなんか一緒に遊べるのは犬って感じはしますけどね。なんか一緒に走ったりとか、なんか公園でボール投げて取りに来てくれるとかなんかそういう楽しみも楽しいけど、なんとなく今の私は犬 49%、猫 51% かなてかね、本当にこれは難しい問題ですね。でももしうちは今ちょっとペットは飼えない家なのですけど、犬か猫かって言われたら猫飼うかな。猫飼ってみたいかな。そんな気がします。チャムさんは猫派だけどワンコも好き。そういう感じが多いんじゃないですかね。なんかどっちかだけにめっちゃ偏ってる方の方が少ないのかな。なんか両方好きな人、動物好きな人はみんな好きな感じ。山吹さんは犬派。ペク太郎さんは猫人気やなってことなので見守ってる感じですね。難しいね。今日の私わかんないけど猫派ってことにしておきましょう。どっちも好きだな。可愛いですね。鳥も好きだし、いろんなペット動物を戯れてきたので結構、悩ましいところですが、なんとなく私のスマートフォンこれ見えますか？どうだろう。猫なんですよこれ。耳がついててっていうところからもやっぱちょっと最近は猫派なのかもしれないですね。そういう感じですか。はい、では次に行きます。マユフルさんチャンネル3周年おめでとうございます。さて、僕が提供したい話題なのですが、マユフルさんのおすすめの映画をご紹介していただきたいです。また、視聴者の方もおすすめがあれば教えてほしいです。最近コロナ等が流行っておりますので、体調に気をつけてくださいと。ありがとうございます。映画のことが知りたそうな感じですね。皆様なんかおすすめの映画があったら教えてください。で、私はと言いますと、最近映画を見に行ってないんですよ。国宝が話題ですよね。気になってます。ただ映画館自体に最近そういえば全然行っていないので、さてどうしようと、おすすめの映画と。なので最新の映画じゃないんですけど、ただなんか映画館に行ってないけど、家で映画を見たな。最近見た映画何だったかなって思ったら、雨穴さんの変な家と、プーっていう映画があるんですよね。これはおすすめじゃないというか、むしろ見なくていい映画だけど、その2つを最近見てましたね。プーのことは忘れてください。ひどい映画だったので言っていいのか分かんないけど、ちょっとひどい映画なので、こんなの見てたのかっていう感じだから、ちょっとさらっと流しましょう。チャムさんこれスマホのことですか？かわいい。そうなんです。しかも猫のステッカーもついているという。見えてないか。こっちか。こっち。そう。これが今の私のスマートフォンです。そうです。で、おすすめの映画ですね。昔の映画なんですけど、私やっぱり音楽を題材にした映画とか好きで、ちょっとそうね、話とこれを進めていいのかちょっとちょっと迷ったんですけど、お伝えしましょう。カストラートっていう映画があるんです。ね。ご存知の方
いらっしゃるかな。カストラットって昔のヨーロッパ、イタリアでボーイソプラノって男の子が、要は声変わりする前の男の子の歌声ですねが綺麗だから、その歌声を大人になっても維持させるために、虚勢しちゃうっていうされた歌手のことなんですが、そのことを、実際にね、その昔中世のヨーロッパかな、イタリアであったこと、それを実際にあった話を元にした映画っていうのがあって、そのカストラートっていう存在自体を私は知った時も衝撃だったし、その話、映画の中で結構そういう時代、その時代のねことを結構取り上げていて、音楽史の勉強になるというか、そういう要素もあって、見てよかったかなと思った映画がですかね。小説にも確かなっています。ただちょっと内容がですね、ちょっとエロいんですね。別にそうエロを狙ってる映画じゃないんですけど、その時代的なとか話的なものでちょっとちょっとそういうシーンもあるので、見る時と場所はちょっと気をつけて見てみてください。ただなんかそういう時代のイタリアのね時代のことを知るのは面白いかなと。あとそういう衣装とかそういうのも当時の多分再現されていたりで、興味深かったのが、もうカストラートという歌手はもう現代にはいません。要は人の体をそうやって虚勢というね、そういうひどいことをしてしまうことがもうやめようっていうことで廃止にはなっているからいないです。だけど、その映画の中では、その歌手がそのカストラートの歌手が歌うシーンがあるので、それなんかどうやらソプラノの歌手とテノールの歌手の人の声をなんか融合させて作ったっていうのをなんか聞いたことがあって、もうその歌手が存在しないからそうやって代わりで作ったっていうのを聞きました。結構凝って作ったんじゃないのかなって、思います。あと何だったかな、おすすめの、そんなところかな、ですかね。はい。がおすすめの映画。待って、見なくていいって逆に気になる。ジャムさんのさっきのプーの話ですかね。ちょっとなんかプー悪魔のクマさんっていうのかな。ちょっと待ってください。どう調べたかな。プー悪魔のクマさんっていう2023年の映画なんですけど、もうなんかとにかくただ気持ち悪い映画。概要があるからちょっと読んでみますね。プーってクマのプーさんのことです。クリストファー・ロビンは大学進学を迎え、プーとピグレットを森に残し去ってしまう。さらに時が経ち、久しぶりに森に戻ったロビンは異様な状態を目の当たりにするっていう。要はクリストファー・ロビンが要は子供の頃仲良くしてたプーさんとピグレットを森に残して大学進学のために残したら、プーとピグレットが豹変したっていう話なんですね。っていうここの紹介だけを見て面白そうじゃんって、さっきのスライムが勇者に復讐をするじゃないけど、ちょっとそれはね敵と勇者が違うけど、なんかね逆のなんか今までなんていうのかな、なんか逆のなんかね発想じゃないけど面白そうかなと思って見たら、もうちょっとただただグロいだけの映画で評価も低いんですよ。だから最近そんなの見たなーっていう、ことです。はい。山吹さんの「へえ面白い」はおそらくカストラートのことですかね。よかったら見てみてください。なんかそういう音楽史の勉強にはなるような気がするので、いろいろ書かれ
その表現されていて、ただまあちょっとね題材が題材なので、なんか痛々しいというかだったりもしますけどね。そうです。そう、プーはプーさんのプーのことでした。こんなおすすめの映画で良かったんでしょうか。そうですね。なんか最近のなんか映画を見てたら良かったんですけど、でもなんかそういう音楽系の題材のものをなんか題材にした、映画は好きですね。そんなにいっぱいないけど、あるかな。あとなんかね、バイオリン題材に、レッドバイオリンとかもあったし、あとなんだっけな、クロスロードとか。好きです。あ、山吹さんカストラート。そうですね。ちょっと見てみてください。ちょっと結構最初から、ちょっとエロいシーンが出ちゃうかもしれないので、気をつけてください。はい。じゃあ、次でね、最後の、質問なので、いきますね。チャムさんも、見てみますと、見てみてください。勉強にはなる。その、エロいシーンは、おそらく、なんていうのかな、必要があってそうやってなってるだけで、なんかそういう、なんか下心で作ってるシーンじゃないはずだから、大事な表現なんだと思います。はい。じゃあ次の質問にメッセージ読ませていただきます。こんな感じかな。はい、いきますね。まゆふるさん、チャンネル3周年おめでとうございます。取り上げてほしい話題ということで、今まで演奏した中で一番お気に入りの曲を教えてほしいです。まゆふるさんの演奏は、やったことのないゲームでもやりたくなる魅力があってすごく好きです。これからの活動も楽しみにしています。ありがとうございます。今まで演奏した曲の中でお気に入り。これはね、とても難しいですね。犬派猫派ぐらい難しいというか、私は基本的に自分が好きだなと思った曲しか吹いてないんですよ。このチャンネルには吹いてないので、もう本当に自分の好きだけが本当に詰まっちゃってる感じになってます。で、もしかしたらちょっとなんか私戦闘曲多めなんですよね。そういう曲が多分好きだから結構そういう曲ばっかりが多くなってるような気もしますけど、どれも全部好きな曲です。で、そうそう、ちょっと待ってますね。なんかずっとこの流してる BGM はこれも好きな曲たち。ただ私今回のこの配信をする時に今まで自分が吹いた曲を、こうやってねBGM で流したらいいかなと思って選曲をしてたんですけど結構私吹いた曲ってなんかこう戦闘曲でちょっと激しかったりとかこうハイテンポな曲とか綺麗な曲も最近ゼルダのイニシエの歌とかイケツの歌とかやってはいるんですけど、結構ハイテンポななんかこう BGM にするにはちょっとどうなのかなっていうような曲が多くて、なんか使える曲少ないなって思ったんですよね。でこのずっとね流してる BGM はゆっくりしたテンポに落としてもさらに落としてもなんか、より BGM っぽくなんか BGM ってこうゆったりしたテンポの曲の方がいいのかなと思って、これ過去にその吹いたことのある曲の中からこうまた昨日ね急遽全部撮り直したんですよこれ。で流しています。テンポをゆっくりに落として吹いてみました。これ何撮ったかっていうと英傑たちのバラッド、コログの森でポケモン赤緑のマサラタウン、ルビサファのシダケタウン、あとスプラトゥーンのバイがいて、今ぐらいでちょうど良い。そうですか。ありがとうございます。
うわ、昨日頑張って撮ったのにほとんど聞こえてなかった。マジか。おっと。あ、でもよかった。ここでやっと気づいて。もう、これ、最後のメッセージなんですけどね。質問なんですけどね。はい。ありがとうございます。じゃあ、うわ、最初からこれでいけばよかったのにね。そうなんだ。でも、勉強になりました。このくらいがいいんだね。なるほど。難しいですね、こういう設定って。結構何度も聞いてたんですけど、そうなんです。ちょっと、ゆったりテンポで撮って、なんか BGM に使えないかなってやってみたもの。で、そう、お気に入りは、そうだな、なんか一番自分で作って楽しかった動画、最近っていうのかな。で、すごい面白かったのは、スプラトゥーンのサーモンランのゴーゴーっていう曲ですね。を吹いた時は、私曲も好きだし、あと、つなぎ着て吹いてるんですよね。オレンジ色のつなぎを持ってて、作業着。ワークマンで買ったやつなんですけど、それが家にあったから、なんかそれがサーモンランの服装に、作業着に似てるから、それを着て吹いた時は、なんかすごい、全部それもね、一人で動画撮ったりとかしてたから、一人で受けてたんですけど、あれはなんか面白かったなと思っています。だいぶやらかしたなって、思いましたね。なんか、なんだろう。なんか文化祭でもやってるようなノリでした。楽しかったなっていう。あとは、そうだな。お気に入りね。コラボした曲とかはお気に入りですね。普通に綺麗だし。コラボした曲というとハープのナナさんですけど、もう大好きですね。綺麗ですね。ハープが入ると。すごく綺麗で、お気に入りです。本当にフルートって結構なんかな、ハープと相性がいいというか、フルートとハープのための曲って結構あったりするんですけど、でもハープを弾く人が少ないんですよね。だから多分フルート吹きって結構そのハープとフルートので演奏ってみんな結構憧れてる方多いと思うんですけど、なかなかその機会がないっていうのかな。なんだと思います。だから今度ハープと一緒に演奏するんだっていうと、わ、いいなみたいな、いいねみたいな感じになるような、そう、本当に貴重な体験みたいな、感じですね。ピアノが多いですね、一緒にやることが。それをね、大好きな曲で一緒に演奏できたっていうのはすごく本当に嬉しいことで、そうで今もねちょっとコラボ企画をやっているので、また近々一緒に演奏した曲をねYouTube にアップロードできると思うので楽しみにしていてください。はい、ゴーゴーサモランの曲、ね、サモランの曲はさ、そう私好きなんですよ。なんか表紙もねすごい変拍子とかで凝ってるし、多分そうスプラトゥーンは普通のバトルよりもサーモンランやることが多くて、大好きです。曲も好きだし、ゲームのね感じも好きだし、サーモンランって結局なんだろうな、もうカンストとかしちゃうととりあえず1200までノルマいけばなんかもうやめられる感じがすがすがしいから好きというか、バトルだとなんかね負けが続くとさ、もうやめたくなくなっちゃうからなんか沼るしねってでもね今シーズン頑張りたいな。まだねちょっと最近またもうモチブキが迷走しちゃってモチブキ迷子になってます。チャムさん、フルートとハープは見入っちゃうほど。
素敵。ありがとうございます。ハープが本当ね、綺麗ですよね。なんかもう、楽器の姿も綺麗だし、音も綺麗だし、いい楽器ですよね。素敵です。ね。ということで、いただいた質問は、これで全部、お答えできたと思います。ので、今何が流れてんだろう。コログの森が流れてますかね。もしかしたら。ちょっとラグがあるかもしれないけど。コログの森は結構昔に録音した曲なので、なんかまた久しぶりに撮って、なんか新鮮、懐かしいというか、なんかね、譜面の書き方も、なんか今見ると変わってて、なんだこりゃと思いながら譜面を見て、また吹いてました。結構そうですね。なんか、いろいろこの3年間あったんだなと思います。あと、そうですね。そう、一番最初の、そうそう、記憶に残ってる出来事というのは、本当にいっぱいあります。最初にチャンネルを立ち上げた時のこと、その時のこともやっぱり一番こう、なんて言うんだろう、鮮明に残ってるし、あとは、コルグね。そう、コルグいるんです。かわいい。並べてみました。なんか何もないのは寂しいかなと思って、こっちにコログ、あっちにまたそのイカちゃんがいます。ちょっと飾ってみました。今日のために。そうですね、思い出。そうそう。チャンネルを始めて、本当になんかこんな風になるなんて思ってなかったですね。最初やった時は、なんか動画上げて、なんかちょっと、なんか再生されて終わりみたいな、で終わるのかなって思ってたのが、本当このね、チャンネルを始めて、今日こうやって来てくださった皆さんもそうですし、こうやって出会いがね、あったことがね、すごく嬉しいことです。で、一緒にゲームを遊んでくださってる方もいらっしゃるし、本当に、その自分の好きなことを一緒に共有できる人がね、こうやってできたっていうのがね、YouTube 始めてよかったなって思ってることです。あとは、まさかね、コラボしてやって演奏ができるってことも思ってなかったので、本当に何があるかわからないものですね、やってみると。これからこの先は何があるかわからないです。3年経ってことは4年目に突入するっていうことになるのかな。そうですね。どうなるのかな、この先。ずっと続けていくつもりではいるので、よければこれからも、楽しみにしていただけると嬉しいです。あとはね、今年の目標じゃないけど、いつか楽器は増やしたいなって思ってます。コントラバスフルートという、もっと大きいフルートですね。なんか変えたら買いたいなと思ってます。それこそまたお金の話で微妙なんですけど、高いです。高いし、今ね、吹いてる楽器が、演奏で使ってる楽器が4本プラスもう1本フルートがあります。たまに動画で使ったりするんですけど、メインのフルートが例えば長期入院になっちゃったりした時用の、サブみたいな、昔使ってた楽器なんですけど、今、なんていうのかな、稼働してるのが5本ある状態で、結構5本のその楽器、やっぱ楽器ってメンテナンスしてあげないとダメなので、3ヶ月に1回くらいは調整に出してあげないといけないんですが、5本あると結構ね、
調整に出すのも大変なので、なかなかそのもう一本増やすっていうのは覚悟がいるというか、ちゃんと維持できるかなっていうのはちょっと心配で、なかなか手が出せずにいますけど、あと大きいからちょっとこのうちに置けるかなっていう心配もあったりで、まだそうですね、現実的にはまだ購入は検討はしてないですけど、いつか欲しいなって。もしコントラが入ったら、さらに1オクターブ低い音域まで出せるようになるので、もっとなんかこう重厚感のある感じの、録音ができるんじゃないかななんて思ったり、しています。ただコントラはね、私まだ吹いたことないから練習からスタートになっちゃうので、結構道のりは長そうですけどね。それが今年の目標じゃないけど、いつか導入できたらいいなって思ってることですかね。野望ですかね。コントラガンバです。ありがとうございます。ね、ちょっとね、いろいろとその、道のりはいろいろありますけど、買うことから維持できるかとか、自分が吹きこなせるようになるかとか、いろいろ超えなきゃいけないことはいっぱいあるから、心配ですけど、やってみたいですね。やってみたいですね。一回試しに吹いてみたらいいかなとは思うけど、挫折しないといいなって思いますね。はい。そう。だから明日はスプラトゥーン3の発売、あれ ?3 周年じゃないですか？なんかね、曲、そう、録音しようかなと思ったんですけど、今日のこの、3周年のお祝いもあったから、ちょっとできなかった。あと、そっか、ホローナイトがね、シルクソングが発売されたから、それに合わせて、カマキリのっていう曲をね、最近あげたんですけど、そっちをね、やっちゃったせいで、ちょっとスプラトゥーンのお祝いで曲が、できなかったので、明日は何もないんですけど、そう、ホローナイトね、6年ぶりだからね、ちょっとこっちは譲れないなと思って、今回ちょっと、ホローナイトの方に、フォーカスをしてしまいました。九太郎さん、YouTube やフルート以外の直近の野望は何かありますか？直近の野望ですか？登山ですかね。全然さ、今、すっごい関係ないことが出てきてあれなんですけど、すごい多趣味なんですよね。で、多分、お家の中でやる趣味は、その音楽とかゲーム。もう本当にそれにつきますね。で、外行ったら、なんか結構アウトドアな趣味が多くて、今年からなんですよ、登山を始めたのが。で、この前も、そう、自分の誕生日に、山に登ってきて、登って、そこでテント泊して帰って、さらに上行って帰ってきて、泊まって帰るみたいなことをやってて、また、そうですね、近々行きたいなと思っています。結構体力つきますね。あとね、そうか、で、山に登って、人がね、あんまりいなかったら、要は楽器を持っていきたいんですよ。山に。そう自然の中で吹けたら楽しそうじゃないと思って、なんとかして楽器を持っていけないか、結構考えてますね、最近。で、思いついたのが、そういつも吹いてるフルートを持ってってもいいんですけど、やっぱり壊れちゃったりした時のリスクが高くてちょっと怖いなと思って、なんかプラスチックのリコーダーの横上バージョンファイフっていう楽器があるんですね。それを私持ってたことにふと気づいて、クローゼットの奥から引っ張り出してきて、なんでそれをね持って山登りがしたいっていうのが直近の野望ですかね。なんか
何の曲が吹けるかなって今ちょっと練習したりしてるんですけど、やっぱりフルートと違って音域とか狭いから何の曲ができるかちょっと模索中で、そうですね、それかな。山に登って笛を吹くが最近の野望です。まあなんか肺活量つきそうでいいかなって。山登り空気もきれいだし体力もつきそうだし、って感じで最近楽しんでます。多分冬になったらもうやらないね、寒いから、やらないと思うんですけどね。せっかくなら山や空気が似合う曲がいいですね。ですよね。なんかそっか。ちょっとね、いたずら心じゃないんですけど、山のそういうアウトドア、山岳がメインかなの日本のメーカーでモンベルっていうメーカーがあるんですね。そう山登りする人だったら必ずモンベル製品持ってるんじゃないかっていうぐらいっていうそのブランドが、メーカーがあるんですけど、そのモンベルっていうお店に行くとBGM で笛の曲が流れてるんですよ。どうやらそのモンベルの会長さんが横笛を吹く方のようで、その方が作曲して演奏された曲が店内の BGM で流れてるんですね。だからその曲を山でしれっと吹いたら何人の人が気づくのか、ちょっとねやってみたいなとかね。これ果たして山登りしてる人が聞いたら何人が気づくんだろうっていうのをちょっとやってみたいなと。別にYouTube の企画とかにはしないと思いますけど、ちょっとねなんかなんかいたずら心じゃないけどやってみてなんか面白そうだなと思って、そんなことを思ったりもしていました。アクティブな、いやもうアクティブな趣味があるのすごいな。ありがとうございます。結構ね、そうだな。結構いろんなことやります。趣味が、そうだからゲームもやりたいのがいっぱいあって沼ってて、もう爆発し、もう爆発してるんだと思うんですけど、もう爆発寸前みたいになってるのに、その他にも趣味がなんかやりたいことが多すぎて、なんかもう本当に趣味がなんか爆発してるような状態ですね。なんかもうやりたいことがいっぱいあります。そう、山に登ってそのねモンベルというお店の BGM を流れてる BGM を実際に、山で吹いたら何人の人が気づくんだろうっていうのをこっそりやってみたい。それでね話しかけられたらどうしようとか思うんだけどお互いに気まずいかもしれないけどね。どうなっちゃうんでしょうね。何人どれぐらいの人が知ってるんだろうみたいな、気になります。皆さんどうなんだろう、趣味って。多分皆さんここにいらっしゃる方は音楽とかゲームが好きなんだと、思うんですけど、渡部さんバイクもやってらっしゃるんでしたけど。そうですね、最近ねお休みしちゃってるんですよ。ただ持ってます。まだ車体は手放していないです。ずっとカバーをかぶった状態で乗れてないんですけど、バイクも好きですね。ちょっとなんか今も現役で乗ってますみたいにちょっと言いにくくなっちゃうようなぐらい、ちょっと最近乗れてないけどバイクも好きです。もう乗ってる時はもう毎週末どっかツーリングしてましたね。していました。あるかな、ちょっとバイクの写真あるかな。オフロードバイクというバイクに乗ってまして、最初はアメリカンっていうちょっと幅の広いのに乗ってて、でなんかなんていうのかな、未舗装の、オフロードってガタガタ道みたいな
ところも軽快に走りたくなってしまって、オフロードバイクに乗り換えて、で、今もずっとそのバイクを所有してる感じですね。もう本当に毎週末乗ってたし、大晦日は絶対走ってたし、みたいな、なんかもう狂ったように乗ってた時期がありました。すごく、今車も手に入れてしまったので、それで結構やっぱり、まあね、車の方が楽ですね。ヘルメットかぶんなくていいし、プロテクターとか身につけなくていいから、やっぱりパッと乗れるのは車の方だから、なんかね、車ばっかり最近乗ってしまって、バイクにかわいそうな思いをずっとしてるんですけど、これって見えるのかな？こうやって見えます？これが私の、こうかな。なんかちょっと色光が入っちゃうけど、これです。これが私のバイクです。ヤマハのセロー250というバイクですね。うん。もう作られてないみたいです。なんかバイクって排ガス規制が結構いろいろかかっちゃって、車も好き。車も、ちょっとオフロードテイストの車に乗ってるので、なんかオフ車が好きなのかなって思います。だからそうだな、車とかバイクでいろんなとこ行くの好きですね。そう、バイクはね、なんかでも、なんだろうな、いいな、いいよってなんかこう強く言えないところもあって、やっぱり危ないや危ない乗り物ですからね。そう、私がバイク乗ってるのを見て、友達が一人、やっぱ私も免許取りたいって言って、取りに行った子がいたんだけど、なんか教習所で怪我しちゃってやめたっていう子もいました。でもなんかその時に、ツーリング仲間ができるかもと思って嬉しかったんですけど、なんかどっかでやっぱりね、やっぱり辞めたんだって聞いた時に、なんかちょっとほっとしちゃう自分もいたから、なんかやっぱりこう、難しい趣味な感じはします。多分本当に何かあった時はもう絶対一瞬だし、命があってもね、どうなってるかわかんないからっていうところはあるのかなって。だからなんかこう、バイクいいよ、乗って乗ってってなんか自分から私はなんか言えないタイプなんですけど、でも風を切るように走るっていうのは気持ちがいいですね。車では味わえない感じはあります。乗り物好きだな。あと、そうだ、それから派生してキャンプが好きだったり、釣りしたりとか、なんかそんな感じでいろいろアウトドアな趣味が増えていってしまいました。なんか楽しそうだなと思ったものは何でもなんかやってみてしまうタイプなのかな。運動神経がそんなにいいわけではないんですけどね。冬はスキーとかもやるし。うん。そんな感じです。そうだ、最近はホローナイトの続編のシルクソングが出たので、そればっかり遊んでます。楽しいですね。やっぱ音楽もいいんですよ。またホローナイト曲が良かったから楽しみにしてたんですけど、まあ、やっぱり良かったって感じですね。楽しい。難しいけど楽しいですね。そうだし、そうセーブポイントが常にセーブできないんで、セーブポイントは決まってるんで、ちょっとね、そこまで行くまで終われないっていう感じで結構沼ってきますけど、楽しい。あ、YouTube で演奏する曲はどうやって決めていますか？YouTube で演奏する曲は、もうなんか本当に自分がそのハマった曲で選んでることが多いですね。最近だと、そのシルクソングが発売日が決まったので、それでに合わせて、そういうホローナイトの曲演奏したりってしましたけど、そういうなんかイベント的なことがない時は、もう
本当に単純に今自分が遊んでるゲームとかハマってるそのゲームの曲とかからもうなんか片っ端からやってってる感じです。あ、うさぎチャンネルさん、こんにちは、初見ですと。あ、いらっしゃい、こんばんは。結構もうね、話し込んでしまいまして、結構、もう今、結構後半に来てしまいましたけれども、よければ、ゆっくりしていってください。うん、そう、今、そうか、YouTube で演奏する曲の選曲ですね。だ本当に自分が好きだった曲をやってるって感じ。もう、なんか、そうだな。なんかもっとね、何かだからトレンドみたいなのはあんま気にしてないっていうのかな。自分がハマってる曲。あと、そうだね。もしなんかリクエストあればそれもやったりはしますけど、あんまり、あ、そっか。そうですね。カービィやってほしいって言って、強化水月吹いたりとか、でもカービィが好きだから、カービィの曲やってほしいですってコメントがあって、強化水月急にやるっても結構激しかったのかなって思ったりしましたけど、なんかもう好きな曲ばっかやってますね。うん。ゼルダの伝説のフルート、いつも聴いてます。本当にありがとうございます。嬉しい。そう、最近ゼルダの伝説結構多めにやってますね。今、そう、またね、多分ティアキンの曲やりたいのがあるから、また、そうですね、そこら辺やろうかなとは。今現在は特に譜面書いてないので、これから書き始めるかな。なんとなく候補はまだまだあって、やりたい曲の候補はいっぱいあるので、うん、なんか尽きない感じですね。あとなんだろうな。なんかすっごい昔のゲームの曲とかもなんかやってみたいなと思ってるんですが、まあとにかくだからやりたいことが追いつかないですよね。うん。ああ、カースガノン聞いてると編集とか大変だなと思いました。うん。あ、カースガノン聞いてくださったんですね。ありがとうございます。うん。あ、カービィのコルダで私の頃を知った。あ、そうなんだ。ええ。うん、そう、まずね、そう、うさぎチャンネルさんの、カースガノンね、あ、そうね、あ、そうか、カースガノンの時は、そうか、手元の撮影もね、ちょっと別に、あれ別撮りなんだけど、撮ったりとかね、ちょっと、うん、頑張ってやってみたり。そう、編集はね、いつも悩むんですよ。なんかもうどうやったらいいんだろうって。とりあえず、吹いてるパートを全部はまあ、こういう編成でやったんですよっていうのが見えるように、まあ、その、まあ、ピッコロフルト、アルトフルト、バスフルトみたいにこう並べて映してるんだけど、なかなかなんかね、どうしたらいいのか、いつも、迷いながらやっています。うん、なんかこう、アングルをもっと変えたのを入れた方がいいのかなとか、ただうん、そうだな。パート数が多いから、撮る動画も多くて、結構ね、なんか、何をやっているのかわからなくなってくるじゃないんですけど、どのパートを今撮って、次どれを撮るんだろうみたいなのが、結構ね、迷ったりとか、だんだんやっぱりさすがに、まあもう3年経ちましたし、慣れてはきたんですけど、たまに1パート取れてない時があったりとかして、編集の時に気づくんですよね。え、2番ピッコロないみたいな。取ってないじゃんみたいな。うん。とかあったりとか、動画撮れてないじゃんみたいなことがあったりとか、結構ヒヤッとすることもあったりしますね。カメラの録画のボタンが押せてなかったとか、結構ありました。そう、一人でやってるから、うん、そうそう、気づかないんですよね。あと、録画がちゃんとできてても、なんかすごいボケて撮れてたとか、ピントが合ってないとか。
しかもカメラの小さい画面の時はなんかちゃんと撮れてるように見えちゃって、編集でなんかパソコンの大きい画面で見た時に初めて「え、これボケてるじゃん」みたいな「ピント合ってないじゃん」みたいなので「え、これまた撮るの？」みたいなこともあったりとかいろいろありますね。うん。そう、大変でまあ、大変には大変ですね。だからほんと最初の頃はね、結構途方に暮れることも楽しいんだけど、やっぱり途方に暮れながらやってたことも多かったかな。だんだん慣れて、まだね、全然改善しなきゃいけないこととかもあると思うんですけど、そうですね。うん。あの、だいぶでも慣れてきたような気はします。その譜面にするところからもね、ほんとにあのここはどうやって、どの要は私の場合は、4種類しかフルートがないので、4種類の音色で何とかしてやんなきゃいけないんで、ここはどうやってやったらいいんだろうみたいな、どの楽器の音を当てたらいいんだろうとかいうのはすごく、あの、うん、悩むことは。でもそれを考えるのが楽しかったりはしますけどね。うん、そうそう。ね、そうか。山吹さんはコルダで知ってくださった。あ、嬉しいです。コルダ結構私録音自分でやって、結構、そうだな、あの曲もでもお気に入りといえばお気に入りかな。うん。なんかやっぱりフルートってこう風とか水とか、そう水なのかな、風とか水とか、コルダって氷のステージでしたっけ？なんかやっぱり似合うかな、なんかフルートの音色似合うんじゃないかなって感じがして。最初はどうなるか全然イメージがつかなかったんですけど、録音してみたら、なんか「お、これいいんじゃない？」みたいな感じで気に入ってますね。曲ももともとすごい素敵な曲だし。そっか、それで知ってくださったんだ。それは嬉しい。嬉しいです。チャムさんは、ゼルダのファイさんのテーマで知って、そのぐらいの時からチャンネル登録して、ちょいちょい聞かせていただきましたと。そうだったんですね。そうか、ファイのテーマをね、きっかけにしてくださった方も多いかもしれないですね。ファイのテーマって、私、多分ファイのテーマの動画をアップする、多分ね、1年ぐらい前かな。女神の歌、スカイウォードソードの女神の歌を録音したんですね。で、その時に海外からのコメントで「ファイのテーマはやらないの？」って聞いたんです。なんかフルートで似合うと思うんだけどみたいなコメントがあって、で、その時は「あ、いいですね」みたいな感じで返信してたんですけど、なんか自分の中でなかなかなんかこうイメージがまとまらなくて、ずっとできずにいた曲だったんですね。で、あの、そう。で、もう本当に1年くらい経ってというか、なんかふと、ファイのテーマやってみようかなって。本当にその選曲のなんか理由が、本当に自分の気まぐれじゃないけど、なんか、でもなんかどっか頭にそのリクエストをいただいていたなっていうのがあったのもあるし、でもその時はなんかぼんやりしてて、で、ただなんかフルートだけでピンとずっと来なかったんですよ。そのフルートだけの編成でやるっていうことにあまりピンと来てなかったから、多分ファイのテーマやろうってならなかったのかなって思うんですけど、その前にあのハープのナナさんとドラクエの大空を飛ぶを一緒にコラボさせていただいて、そこで多分なんかハープのイメージみたいなのが自分の中に少し入ってたんだと思うんですよね。で、なんかその経験があったからか、なんかふと、ナナさんのね、なんかハープの音がなんかこうスーッと頭にその次入ってきて、これもしかしてフルートとハープでやったらいいかもしれないって
思ったのがファイの、うん、そういう曲ですね。うん、ファイのテーマ。うん、そうあの時もだからきっと大空を飛ぶはそナナさんからねコラボでやりませんかって連絡をいただいてやったんですけど、初めてのコラボしたんですけど、経験がなかったら多分ファイのテーマやらないかったのかなって思います。うん、そうファイのテーマはそうだよね。ハープがその伴奏で少しの曲の進行を持ってもらって、フルートがそれにメロディー吹いて、で残り多分バスとアルトとかセカンドフルート入ってたっけ。でなんかこうハープの音色をこう囲むようにコーラスみたいな部分をやってみたいな、なんかハープがいたおかげでイメージが湧いた曲でした。でも私ハープのなんだろう楽器の詳しいことを知らないのでとりあえずハープってどんな音域どんなことができる楽器なのかっていうのからちょっと調べてといってもそんなにね深くは調べられてないですけど、とりあえずちょっと譜面を書いてみて、でね大丈夫かな、ちょっと恐るナナさんに連絡してちょっと迷惑になっちゃうかもしれないんですけどってお願いしてもいいですかってところから実現した曲でした。もうね嫌だったらきっと断ってくれるだろうと思ってちょっと思い切ってね思い切ってそうお願いをしたのがファイのテーマなので、曲も本当なんか思い出がいっぱいというか、なんかいろんな経験がさせていただけましたね。そうなんです。そんなエピソードがありまして、でそれがね今度一緒にね対面でね演奏するような機会にまでつながったというのかだったので、本当に何があるかわからないものですね。うさぎチャンネルさん、これチャンネルでいいのかな。うさぎチャンネルさん、うさぎさん、自分吹奏楽でフルートしてるんですけど、テナーもピッコロも吹けるのは本当に尊敬してますありがとうございます。そうか、フルート吹きなんだ。じゃあ一緒じゃないですか。吹奏楽でやられてるんですね。そう全部吹くのはね大変私はね意外と抵抗ないタイプです。フルートってどうなのかな、いわゆる普通のコンサートフルートとか言いますけどしか吹きたくないって人も結構いるんですよ。でバスフルートとかアルトフルートとか、ピッコロはねなんていうのかな、オーケストラとか吹奏楽とかで使うことがあるのでやっぱりねそういうオケとか乗りたいっていうところから練習する人も多いんですけどバスアルトになると嫌う人もね結構いたりはするんですよね。なんでかっていうとフルートってこうやってふーって吹きますけど、ここの口の形を変えなきゃいけないというか、アルトとかバスの方がこの穴ですねが大きいんですよ。でフルートの方が小さいですっていう、だから口の形を変えて吹かなきゃいけないのでそこがねやっぱ崩れる、別の楽器を吹くと崩れちゃって自分の音に影響が出るっていうことで嫌う人もなんか少しいるかなっていう印象はあります。だからフルートだけのアンサンブル、それピッコロから
コントラバスフルートまで入るようなフルートオーケストラとか言うんですけど、なんかそういうのやろうよっていう時に「あ、やりたい。でも私フルートしかやらないわ」みたいな人も中にはいたりしますね。うん。そうなんよ。っていうちょっとだからそうだな、好きな人はでも本当に好きな楽器だとは思います。アルトとかバスとか。うん。そうね。だから本当そうだな。うん、私はね、なんかそんなに気にならず、どの楽器も吹いてて、どの楽器にも魅力があるから好きですね。強いて言うなら、私はピッコロが苦手かな。うん、ピッコロはドキドキする。うん、しますね。もっと上手くなりたいなって感じがしています。うん、そうですね。渡部さん、編集に正解はないでしょうから悩みますよねって。そうですね。うん。確かに。うん。正解はないですよね。どこにもね。なんかだから他の方の動画とか見て参考になることがあったりとか、うん、いますけど、うん、難しいですよね。あとね、そう、編集といえば、この撮影のアングルについてもすごく悩みましたね。最初、私の多分最初の頃の動画って、後ろ向きで吹いてると思うんですよ。顔が極力映らないように頑張って撮ってたんですね。あの、もう今もう全部出ちゃってますけど、そう、っていうのは、最初はね、ま顔、楽器だけ映るようになんとかやりたかったんですけど、ピッコロですね。ちっちゃい楽器なんで、後ろ向いちゃうとほとんど楽器が映んないというか、で、どうやってこの楽器を映したらいいんだろうみたいなのはすごい悩んだことはあったような気がします。例えばフルートは長いから、こう、ここら辺、手のとこだけ映して顔を映さないみたいな撮影の仕方できるんですけど、ピッコロってここにあるんで、こんな感じ、なんかこう口は映るみたいな、でもなんかここからこれだけ映っててもなんかどうかなみたいな悩んだりとかいろいろしてるうちにだんだんなんか面倒くさくなってきちゃってっていうのと楽器だけが楽器じゃないというか吹いてる奏者自身も楽器のようなもんだからもう全部映しちゃおうかなみたいな感じで今はなんかちょっと横向きスタイルみたいなので撮ってます。あとはもう場所の関係的にもうここなんですよ。いつも撮影してる場所。この白い壁のこの辺、今映ってるその赤いあれフルート、あれバス、あれあの楽器が全部まとめてあるラックなんですけど、この辺で吹いてます。ここね、黒い椅子がちょこっと映ってると思うんですけど、ここら辺で吹いてるんです。っていう、で、このちょっとまたドアとか、こっちにちょっとこういう台があったりとか、これが映らないように、なんていうのかな、この辺だけを使ってるんで、なんかあんなアングルになっちゃってるんですけど、考えた結果こうなったって感じですね。そうなんです。氷の世界の神秘的な感じとマッチしていてよかった。山吹さんありがとうございます。コルダよね。なんか冷たい感じ、氷のなんか出したような予感があの時はしました。結構ね、私、録音してる曲って、そうだな、そう、カースガノンとかもそうだけど、フルートでこれできるのかなって、フルートだけでできるのかなって、かなり全然最初やる時自信ない曲が多いんですよ。ただ好きな曲だからやってみたいっていう気持ちだけで結構やってて、全然なんか最初はもう漠然としてる状態からとりあえず譜面を書いてみるっていうのをやっていて、そうだな、どうなのかな。でも
なんとなく譜面にできたってことは、なんていうのかな、なんか理論上は可能なのかなって思うようにしてて、で、あとは実際吹いてみて、うん、本当に実現可能なのかなみたいなのが、譜面書くまではなんとなくその理論上は可能なのかっていう領域で、で、譜面ができたら次はなんだろう、本当に実現可能なのかなっていう、その本当に吹いて実現可能なのかなっていうような領域みたいな感じで、あの、やってますね。うん。だから、最初に試しで録音をした時は、もう、これ大丈夫かなみたいなのも結構多いんですよね。やっぱりあんまりね、なんかこう、やっぱりフルートだけのアレンジにするとしょぼいねみたいな感じの印象にはしたくなくて、なんとかしてフルートだけでもこんなかっこよく吹けるのかなっていうような風にはなったらいいなって思いながらいつもやっているので、それがねどんな風に実際聞いてる方にどう映ってるかはわからないんですけど、一応、自分の中では OK が出たものというか、ただ私着手した曲でボツにしたものほとんどないんじゃないかな。ないと思います。うん。正確には1曲だけ譜面書いたのに未だできてない曲っていうのが存在するんですけど、それ以外は全部最後まで動画にしています。うん。それはね、絶対にやるからにはやろうと決めているので、やってますね。一曲やらずにいる曲というのは、そのスプラトゥーンのサーモンランド運動婚っていう曲があるんですね。特殊ウェーブの曲なんですけど、それね、譜面できてるんですよ。で、あともう録音するだけでいいんです。だけど、運動婚知ってる方だったらわかると思うんですけど、数が増えてくっていうのかな。タッ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 タっていうの数が1個ずつ増えていくんですね。っていう、すごいなんていうのいや、トリッキーやばい曲。すごい面白い曲なんですけど、もう数数えるのは大変でちゃんと練習をしろよという感じなんですけどね。そうなんです。それで、正確にはだからちょっと未だ手つかずの曲っていうのが実はありまして、そう、それはね、いつかやらなきゃいけないなと思っているんですが、そうなんです。素敵な素敵なお話ありがとうございます。そう。そうですね。この部屋の縁というものは不思議なものですねとか、そんなドラマが聞けてよかった。よかったです。ナナさんのくだりとかですかね。コナコナさん、いつも素敵な演奏ありがとうございます。フルートのみで曲を表現するのにいろいろと創意工夫されているんですね。はい。もう4つしかないので、音がピッコロ、フルート、アルト、バスフルート。今んとこ私はこの4種類しか使ってないので、もうね、それをいかに使うかっていうのがね、その、大変というか、そこが楽しいところではありますね。ここどうするって考えるのが楽しいです。例えば最近あげたホローナイトのカマキリのという曲はもともとが弦楽器とチェンバロの、バロック調の曲なんですけど、そういう感じの編成のものはなんとなく、バイオリンがフルートかなで、ビオラがセカンドフルートかなで、多分あれって弦バスまで入ってるのかな、ちょっとわかんないけど、例えばチェロがアルトでコントラバスがバスフルートでとかで、チェンバロの金属的な音をピッコロで当てようかなとか、なんか割とね、ああいうのはイメージがしやすかったりはするかなとは思います。でも曲も単純に
あれずっと終始多分チェンバロがメロディー一緒に弾いてるんですね。ずっとそのチェンバロの少しの金属的な音がチャラチャラ鳴ってるんですけど、それをそのまんまじゃあピッコロでチェンバロの代わりやろうっていうことで全部は吹いてはいなかったりはしています。というのはなんかずっとやってたらピッコロだとチェンバロだったらそんなにうるさくないけどピッコロはうるさいなと思ったんで、あとはなんか別の要素でも使いたかったからチェンバロの役割になったりなんなかったりみたいなことはやってみました。そうですね。単純になんかただ当てはめるだけじゃダメだったりというのは私の感覚なんでこれもその正解は何もないからわかんないですけど、そうだな、なんか単純にこれはこれこう一番高いところがフルートで一番低いところがバスでとか、なんか単純に考えるだけではうまくいかないこともあったりするかなっていう感じはありますかね。あとは、4本しかないので例えばオーケストラの曲みたいなものをフルートだけでやろうとした時はどう考えても音色が足りないわけですよね。で大体とはいえ低音はもう本当にバスフルートに頑張ってもらうしかないって感じで、結構低音のパートはそのままバスになることは多いんですけど、そうだな、オーケストラそういうオーケストラ調のそういう曲で一番初めてやったのがゼルダのティアキンのフリザゲイラが初めてだったと思うんですよね。結構チャンネルを立ち上げて割と最初の頃にやった曲で、まだ本当にどうやってやったらいいのか手探り状態の中で急になんであんな難しい曲を選んじゃったんだろうって感じもするんですけど、かっこいいからやってみたかったっていうもう動機はもうそれだけだったんですけど、そうでもフリザゲラやってみたいなと思ってやった時に、でももう割ともう最初の段階でどうやってやろうかなってちょっと積み気味になりながら悩みながらなんか考えた覚えはあります。ただその時になんか自分の中でこの音、例えばオーケストラの、いろんなね楽器が鳴ってるこの音たちをフルート4本だけでどうやってやっていこうかなって考えた時に、例えばフリザゲイラって最初の方ちょっとホルンがゆっくり伸ばしてるメロディーがちょっとかっこいいメロディー入ってるんですけど、そういうのとかはなんかアルトフルートの音ってホルンっぽいなと思ってアルトフルートを当てたとか、トランペットの音って音域的にはおそらくフルートが似てるのかなと思うんですけど、フルートの音よりもトランペットの音ってもっと輝きがある感じで、やっぱり曲の中でも元の原曲ですねの中でもやっぱりトランペットが鳴ってるところってちょっと光がかかってるじゃないけど、やっぱりパーンと光が来るような表現がやっぱりトランペットにあるのかなってなんかそんな気がして、フルートだけだとだからちょっと弱いからピッコロとユニゾンにしてみたんですよね。ピッコロだけじゃただのキンキンだし、フルートとピッコロで同じ音で吹けばちょっとそういう輝きも出て張りが出るっていうのかなとか、なんかそんな風に組み合わせを自分の中で考えてみたっていうことを初めてやったのがフリザゲイラのだったかな。でもその時にやったことが結構今でも生きてるというか、ユニゾンとか、3度とか5度のハモリで例えばピッコロとアルトのユニゾンとかハモリとかそういうのでなんか音色を作っていくみたいなことをやるようにそこからなったっていう感じですかね。そう。それでね、好きを力にいいですね。運動感、そう難しい。そうなんですよ、山崎さん。
ね、チャムさん、フリサゲーラの曲かっこいいですよね。ね、かっこいいですよね。あれはね、聞いたらやらずにはいられないというかうん、でしたね。うん、でもなんかそうやってね、うん、コーナーさん、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。そうやってね、なんか自分の中で、なんか、そう、だからフリザゲイラが結構ね、いろいろ鍛えられたっていうか、自分もね、うん、な感じがしましたね。やっぱり、うん、音色の、やっぱりもともとおそらく、やっぱり作曲された方が、そうやってオーケストラ編成で、このフレーズはこの楽器、このフレーズはこの楽器って当ててるのって絶対意味があるじゃないですか。そうやって色彩豊かに書かれた曲をたった4本のフルートだけでやろうっていうのは、ある意味そのね、色彩が減っちゃう、なんかそれこそなんかモノトーンのね絵に戻しちゃうようなものなのかなって思うので、だからなんかそれでもよく見せられるような、聞けるような、音になるようなっていうのかな、なんかそういう風にできたらいいよなとは思ってはいます。もう多分元は超えられないはずだからそんなにね音数もないし、あとは音域的にはもう低音が足りないです。もうバスフルートはフルートの1オクターブ下までしか出てないから、本当に音域的には低音域は本当に狭いです。上はねピッコロがあるんで、もうわけわかんない高周波みたいな音まで出せますけど、低音はね今弱い状態なので、いかにそうですね、私はそういうボス戦みたいな曲が好きだから、ボス戦やっぱりね重厚感のある曲が多いじゃないですか。だからそのね重さをどうやって、こんな狭い低音域の中で出そうかっていうのは結構考えたりしますね。なんとなくやることは、特に低音がこうガンと鳴るよう、特にこの厚みをつけたい時の少し前、ちょっと高い音を吹くようにしたりとかしています。少し幅をねつけてやったりとか、低音をちょっと取っとくっていうのかな、みたいな構成にしたりとかしてみていますかね。あとは低音で下の低い音鳴らしてるけど、そのバスフルート2本で、オクターブでね鳴らしてあげると、ちょっと、片方は上の音だから音域的には高い音なんだけど、ちょっと厚みが出てくれるかな。あとはアルトに助けてもらうとか、なんとかしてねなんかこう重みが出るようにはしたいななんて考えたり、でもそうね、本当に低音はそこまで出ないので、そういう意味で低音は悩みますね。うん、そう。でもそういうのを考えるのは結構面白いです。うん、そうですね。で、実際に録音してみるまで、しかもわからないので、なんか録音して、こんな感じか、みたいな感じでやってますね。譜面書いてる時の譜面はなんか全部私フルートのパートの譜面で書いてるんですよ。それアルトフルートのパートのなんていうのかな、要は譜面ミューズスコア3ってやつがあるんですけど、その譜面をね書くソフト、それを未だに使っているので、ちょっとそろそろねなんか別のソフトに乗り換えなきゃダメだなとは思ってるんですが、しかもなんで3使ってんのって感じなんですけど、4にアップ、ミューズスコアって多分まだ4が最新ですかね。ちょっと4が私前使った時なんかうまボタンが反応しないというかで、めんどくさくてグレードをまた3に戻したんですよね。でそれでなんか使えてるんで、ずっとそのまんまめんどくさいからそのまま使っちゃってて、で譜面もそのミューズスコア使ったことある人だったら分かると思うんですよ。
ピッコロっていうパートのは選べて、あとはもうフルートしかなくて、で譜面書いて再生するとそのピッコロの音とかフルートはフルートの音で鳴ってくれたり、ピッコロはピッコロの音で鳴ってくれるんですけど、アルトフルートバスフルートっていう設定はないので全部フルートで鳴ってるんですね。だから実際録音するまではなんかあんまりちょっとよくわかんないような状態になってたりしています。なんかちゃんとね、もうちょっとちゃんとしたソフトを使えばいいでしょうけどね、なかなかなんか、そうだな、3年経ったし、ちょっとそこを見直してみようかな。そうですね。ちょっと使ってるものを見直してみようかな。実は持ってるんですよ。なんか、なんだっけ、ドリコっていうの？有名なソフトを間違えてね、買っちゃったことあるんで、それ使えばいいんですけどね。そっか、ちょっと今年そうしようかな。そう思います。このさんね、そう、ここまで読みましたね。TST さんでいいのかな。ゼルダ音楽全部好きですが、リーバルのテーマや英傑の、歌の、英傑の詩の歌だよね。ラスト大好きです。ありがとうございます。リーバルのね、テーマいいですよね。なんか泣かせに来るよね。英傑の歌のラスト、あれですよね。バラッドのところかな。私も大好きです。そう、曲できてよかったな。ずっとそう、先月、なんか、そうですね。なんかある時からずっとすごい、なんか今更ながらブレワイの曲に、そう、今ね、なんかブレワイの曲にすごいハマってるんですよ。今更ながらというか。で、最近ブレワイの曲をアップすることが多かったのは、単純に私がハマってるからなんですけど、ハマってるんですよ。まだまだやりたい曲があって。いい曲が多いですね。ゲーム的には、私はティアキンの方が好きだったというか、なんかね、好きだったんですよ。で、ブレワイ、でも今、実はブレワイを2周目プレイして遊んでて、スイッチ2エディションになったし、ということで、最初からもう一回プレイして遊んでるんですけど、なんで、そう、ティアキンはすごいやってたんだけど、なんかブレワイは、一応クリアはね、したんですけどね、なんかティアキン派で。というのも、なんでかと思って私ガーディアンが怖くて、ブレワイの。追いかけられて、もうなんか即死するし、結構ね、ブレワイガーディアンがすごいトラウマだったんですよね。あとカースガノンもさ、強くても雷がみんな強いって言うけども、私にとっては他のも全部強くて、結構トラウマが多かったのかな。で、ティアキンの方は、なんかガーディアンもいないし、なんか、楽しくね、探索もできて、なんか好きだったのかなって。で、結構だから音楽も結構ティアキンの方ばっかずっと向いてたんですけど、なんか改めて、なんか最近なんかブレワイにハマってしまいました。知恵の借り物も先行して演奏してるのも見ましたよ。素晴らしかったです。知恵借りの時からじゃあ、TST さんは知ってくださっていたんですね。ありがとうございます。知恵借りのね、先行、あれは、そうか。あれどうやってやったのかって、多分忍耐かなの、知恵借りの曲が流れてて、知恵借りの紹介の動画の背景を聞いて音取ってたんですよね。それでなんかいい曲が流れてるなと思って、ただね、なんか私あの時アップロードしてたけど、なんか海外の方がもっと先に上げてたん
の見たんですよね。すごいなと思って。多分知恵狩りが発表されて数日で譜面書いたんじゃないかなって思います。なんかそんな動画を見て、すごいと思いました。うん。なんか、知恵狩りもね、まさかゼルダ姫がさ、主人公になるなんてねって、うん、ドキドキしましたね。なんか絶対傷つけちゃいけないと思いながらプレイしてました。ゼルダ姫をね、死なせてしまうなんてちょっとありえないと思って、極力、なんかドキドキしてやってたなって思います。うん。ねチャムさん、ガーディアンはトラウマになりがちですよね。あれ怖くないですか？あの曲もやばくない？ピアノテルルルってちょっと歌えないけど、もうあの曲が流れた瞬間、なんかもう死亡フラグが立つ、自分の中で。終わったみたいな。ね。ただなんか今2週目プレイしてて、なんかね、余裕ができてきたのか、なんかちょっとね、ガーディアンに対してちょっと好戦的にね、ちょっと倒しに行こうかなみたいになれたりしてる自分がいるので、ちょっと成長できたのかなって思ってます。うん。そうそう、カースガノンもね、3体倒して、あとそう、問題の雷倒しに行けば、一応カースガノン全員倒せたことになるから、続きやりたいなって思いますね。でもなんか私2週目だからもっと丁寧にプレイしたいなと思って写し絵でカースガノン取るの忘れちゃったんですよね。取り返しのつかない予想をやらかしてしまいました。取ってないと思って。やっぱ目の前にやっぱりカースガノン戦目の前にするとやっぱりこう少しやっぱり冷静さがなくなってんのかなと、ね、写し絵を撮る余裕がなかったという感じでまだまだだなって思いますね。3週目でやるしかないなと思ってます。ガーディアンは音楽も相まって怖いです。そうね、ですよね。そうね、怖いですよね。あの曲ね。やってみたいな、見てみたいな。嫌がるものをね、やろうとする。そうです。今、ブレワイの話をしています。ブレワイ。昨日、そうね。そう。ブレワイの話をね。そう、最近私、2週目ブレワイをやってるんですよ。で、ちょうど今そのね、話になっていました。そうなんですね。なんか2週目ってさ、ティアキンも2週やったんですよ。やっぱり2週目って余裕がちょっとあって、セリフとかもさ、じっくり読めたりとか、こここんなこと言ってたんだみたいなのが気づけるから楽しいなと思います。そう。なんかね、一回なんか最初の一回しか出ない会話ってあるじゃないですか。次からはもう固定のね会話になっちゃう。最初のね会話がさやっぱりこんなこと喋ってたんだっていうのが嬉しくて。それで私コログが大好きなのでコログの森に初めて行って初めてコログに話しかけるとなんかみんな勇者様勇者様って言ってくれるのあれがすごい可愛くてそれでもスクショ撮りまくってたんですけど勇者様って本当にかっこいいとかさなんか待ってましたとかさもうさねあれ何なんですかねあの空間はねなんかもうなんか天国ですね。みんなが勇者様勇者様ってチヤホヤしてくれるというね可愛いそこにね浸っていたりとかしていました。ティアキンのメインテーマやオープニングテーマもいつかお願いします。はい。あれティアキンのそっか。あれティアキンのメインテーマってそうか単品でやってないんだ。実はちょっと待ってティアキンのメインテーマ実は吹いてます。で
一体どこに入ってんのかというと、そこオープニングはやってないな。あれどこに入っちゃったんだ。多分、あれどこかな。私ティアキンの神殿ボスの曲を全部吹いたんですよね。で、それをまとめて、最後にティアキンのメインテーマをその中で吹いたような気がするんですけど、あれちょっと後で見ておきますね。吹いたんですよ。メインテーマ吹いたことがあります。でも、あれそういえばどこ行っちゃったんだろう、あの曲。吹いたんですよ。譜面ある。うん。そっか、でもなんか構成、なんでその神殿ボスにくっつけちゃったんだろう。不思議だな。なんか、もうなんかね、過去の自分がやってることが不思議ですね。3年なんですけど、3年の間に私は、なんか自分でも自分がわからないぐらいいろんなことをやっているのかな。見てみます。そう、でもオープニングはやってないからいいですね、オープニング。うん。英傑たちの、また再戦で見れないかな。確かに。あれそうですね。あれ、どう撮れないかな。そう。ね。再戦で撮れないかな。再戦ができるね。でもそう、映像もさ、もう一回こっきりじゃないですか。最初にね、流れた。だから、ほんと、今気軽にスイッチスクショ撮れますけど、なんか、撮りたいとこだらけで、なんかメモリがやばいことになるというか、もうね、全部撮ってね、全部撮っちゃいますよね。いや、ね、そう1回しか見れないね、ムービーみたいなのはね、ほんとね、貴重ですよね。ね、でも、なんかそれをだから、それでスクショとか、キャプチャーとかで撮っておくのもいいなって思うんですけど、それを見たいがためにもう一回、最初からプレイするっていうのもいいのかなと思って、私もあんまりね、撮りすぎないようにはしてるんですよ。またね、見たかったら遊べばいいと思って、あのそのね、スクショボタンを押す指をね、ちょっと止めてみたりしていますね。ね、難しいですよね。本当にね。でも絶対ここはもう撮んなきゃってとこは撮っちゃうけど、うん、もう一回プレイすればいいんだと思って、ちょっと思いとどまることも多いです。ね、やりたいゲームがどんどん増えていくのに、もう一回やりたいゲームもね、まだまだあるっていう、本当やばいですね。どんどん、ゲームが消化できないというか、積み上がっていってやばいですね。本当にね、いつ私は寝ればいいんだろうって思っちゃうんですけど。ねえ、うん、そうですよね。うん、そうか、オープニングのテーマはそうだな、検討してみますね。ティアキンもね、いい曲がいっぱいありますからね。うん。本当にメインテーマどこ行っちゃったんだろうな。一体どこでいやー、ちょっと今すぐ探せないかもしれないな。ちょっと待ってくださいね。多分ね、何かの動画の最後に入ってるんですよ。いやー、どうだったかな。なんか神殿ボス吹いて、そっかそっか。思い出しました。うん。フリザゲイラを吹いて、そしたら他の神殿ボスの曲もなんかやりたくなって、あのまあそうね、なんか頑張って挑戦したんですよね。クイーンギブドとか。
オクタゴスとかボルドーゴーマとか、あと奪われしゴーレムを全部、それはね多分1個ずつピンで動画にして出してて、で何を思ったか、もう1個なんかやたら長い動画が多分あるはずなんですね。でそれ何をしてるのかというと、まずフリザゲイラを全部撮り直してるのが入ってます。それとそのピンで撮ったオクタコス、クイーンギブド、ゴールドゴーマ、奪われしゴーレムがその後くっついてて、最後にそのティアキーのメインテーマが入ってるっていう、なんかやたら長い動画を1個作ったんですよ。それにそうだ、最後に入ってるんだと思います。フリザゲイラ実は2回撮ってるんですよね。なんか全部神殿ボス5体くっついてる、動画の中に撮り直して入ってて、何が違うかっていうと、最初のなんかフリザゲイラが出てくるところっていうのかな、ちょっとイントロが追加されてて、あとフリザゲイラだけの単品の動画では、フリザゲイラって第一形態、なんていうか第一形態第二形態があって、その中で無傷1箇所ダメ、1ダメージ 2ダメっていうのかな、一部破損二部破損みたいなところで曲が変わるじゃないですか。でその単品で撮った時のはその中からかいつまんで3つ撮ったんですけど、全部吹いたんですよね。そのなんかやたら長いくなっちゃった動画の方では全部そう吹いてるんですよ。無傷状態の第一形態第二形態で、その次に無傷状態の第一形態第二形態吹いて、で一部破損状態の第一形態第二形態吹いて、2箇所割れちゃってる状態、破損状態の第一形態第二形態の曲っていう、確か半音上がってるのかな、転調してるんですよねっていうのをなんか全部つなげて吹いたのがあるはずです。なんかフリザゲイラロングバージョンみたいなのがどっかにあるはずですね。なんかリンクのサムネがリンクになってるかな。そんなのやったなぁでしたね。ファイのテーマも好きで動画も見ました。すごく良かったですと。でTST さん、ありがとうございます。ね、ファイのテーマ、いいですよね。もう、ハープなしではできなかった動画だと思っていて、私もお気に入りの動画になってます。ねえ。あれをね、だから最初、さっきもね、ちょっとその話をしてたんですけど、そう、フルートだけだとなんだかね、イメージが湧かなくて。ただ、考えてたのは、ハープのパートを、なんだな、アルトフルートとかフルートあたりで伴奏やってみたいな考えてたんですけど、なんか全然ね、なんかこう、なんかイメージが湧かないというか、なんかやる気が湧かないというか、なんかこういい感じにならない感じがしちゃって、全然前に進めなかったですよね。なんかあの時の感覚はなんかちょっと不思議な感じがしましたね。そんな時になんかこうぼやーっと、なんかファイのテーマやりたいんだけど、なんかこういまいち前に進めないなーってぼやーっとしてた時に、ナナさんが新しい動画、ハープのナナさんがね、新しい動画を投稿されてて、それを聞いた時に、あ、この音が欲しいのかもしれないみたいな、だったんですね。いや本当に譜面をね用意するところからすごいドキドキしましたけど、快く引き受けてくださって本当にねよかった
なんかすごいいっぱい話したな。まあ3年ね、あったからね。しかもあんまりこうやって、やってきたこと、話したことなかったので、とてもなんか、なんだろうな、すっきりしたじゃないけど、うん、そうね、なんかね、今日ほんとに話すだけの会って必要なんだろうかって、ちょっとね、これ雑談配信って必要なのかなってずっと悩んでたんですよ。告知したのも本当にだから数日前になっちゃったのは、悩んでたんですよね。そんなのいるのかなって。だから、でもなんかやってよかったのかなと、思いました。本当は皆さんがこうやってコメントをくださって、こうやって見に来てくださってるおかげです。本当にありがとうございます。コナコナさん、マユフルさんって優しい語り口なので、なんだか癒されました。本当ですか？ありがとうございます。喋るの、でも私はね、自分の声あんま好きじゃないんですよね。なんか低くないですか？声が。なんかさ、もっとね、可愛い声に言われたかったなってせめてね、可愛い声に言われたかったなとか思っちゃいますけど。仕方ないですよね。山吹さん、演奏の裏側など貴重なお話が聞けて楽しかった。良かったです。うん、そう、こんな感じでね、はい、やっているんです。いい声してますやん。本当ですか？ベクトロさん。私はなんかね、いや、もうこの配信のテストしてる時から、なんかもう声嫌だなって思っちゃって。ね、もう変えられないから仕方ないですよね、こういうのはね。チャムさん、貴重なお話たくさん聞けて楽しかったです。良かったです。ありがとうございます。こちらこそ、ほんとちょっと長い時間になっちゃったよね。月曜日だよ。月曜日から夜更かしモードになっちゃった。TST さん、次の動画も楽しみに待ってますね。素敵な声ですよってみんな優しいな。ありがとうございます。優しいお姉さんの声ですか？本当ですか？私にはね、自分にはね、なんかなんかちょっと怖そうな強そうなお姉さんの声に聞こなんか低いからさ、声。低いよね。高くはないよね、絶対ね。でも良かったです。こうやって。もうね、本当はね、なんか演奏できたらよかったなって思ってたんですけど、そんな感じでいつもやっていますので、これからも、そうですね、動画聞いていただけると嬉しいです。そして、そうですね、多分今週も動画が一つ上げられる予定でして、ハープのナナさんと今コラボ企画をね、やっておりまして、またね、今週、素敵な動画が上げられるかもしれませんので、楽しみにしていただけると嬉しいです。リーバルのテーマや風のタクトのオープニングも待ってます。リーバルのテーマね、いいですね。風のタクトのオープニング。あれもいいよね。やりたいな。ね。そう、やりたい曲はね、本当に多いですね。なかなかね、どうなのかな。月に2個投稿できればいい方なのかな。なかなかね、もっとね、根詰めてやればできるかもしれないけど、こればかりをやってもいられないっていうのもね、あるからね。私もゲームで遊びたいしね。ゲームで遊ぶ時間を削って、譜面を書いていますので、そうね、ゲームがやりたいというそれが理由かいと感じですけど、ね。やりたい、そうね、ほんとね、消化できないですね、やりたい曲。
うん、いっぱいあるし、多分これからもだって増えちゃうんじゃないですか？ね。もう増えてるんですよ。新しいゲームが出て。増えちゃうから本当に大変ですね。うん。でもここ最近はなんか週1ペースでなんか上げてた気がするんですよね。カースガマン上げて、1週間後にホローナイト上げてたから、ね、頑張ったと思うんですよね。ね、ちょっと頑張っちゃったからちょっとお休みいただこうかなと思ってます。うん。コラボの動画を上げますよ。うん。そう、ちょっとね、最近はね、大変だったんですよ。っていうのも、あのそう、私、ホローナイトのその続編のシルクソングの発売日を知ったのが、どういうわけか9月の2日の、朝だったんですね。で、9月の4日に発売だって書いてあって、と思って、あさってじゃんってびっくりして、で私はもうね前々からホローナイト続編が出たらお祝いにホローナイトのそのカマキリのをねという曲をねやりたいと思ってたんです。でだけど知ったのが要は3日前ってことか。234、そう3日しかなかったんですよ時間が。でどうしようって3日でしょでそんなね前々からね発売されたらカマキリのをお祝いにあげたいなって思っていたのに思っていただけで譜面も何も用意してなかったんですね。でやっぱり来ちゃったな。突然ね突然訪れてしまった感じで間に合うか本当分かんなかったんですよ。とりあえずでもなんかさやりたいと思ってたことをねなんか葬ってしまうのは嫌だから、うん、そうできるかわかんないけどやってみようと思ってあれ3日でやったんですよね。ちょっと大変だったんですね。こんな話あれだけどそう結構そうあれねなんかちょっと最近なのでちょっと勝手に自分を大変なことにしてた感じなんですけど、そうだったんです。でもできてよかったかなって思ってます。かっこいい曲だしね。間に合ってよかった。でも救いは4日の23時発売って書いてあったからまあ大丈夫じゃないかと思って夜だからねそれまでに頑張ろうと思ってやりました。そうね。普段こんなにタイトにはやってないですけどだいたい1週間ぐらいで頑張って仕上げていますね。譜面書くとこから動画にするまでだいたい1週間ぐらいで、できるようにいつも頑張ってやっています。ということなのでまた次の曲もそうね候補はあるのでまたちょっとお休みをしてからまた着手していこうかななんて思っています。ねだってもう来月さドラクエも出ちゃうでしょ。もうねやばいですね本当に毎月毎月暑いですねゲームはね。ということでちょっとだいぶ夜も遅くなってしまいましたのでじゃあこの辺で終わりにしようかなと思います。遅い時間までお付き合いくださりありがとうございました。皆様の良いゲームライフをお過ごしください。みんなで沼りましょう。ゲームね、ほんと多すぎですよね。ベクトルさん。やばいですよね。ありがとうございます。お疲れ様。ありがとうございます。チャムさんもありがとうございます。山吹さんもね、今年はね、やばいですね。いや、去年もやばいと思ったけど、今年もやばいですね。もう本当にラッシュですね、ゲーム。暑すぎます。暑すぎですね。渡部さん、ありがとうございます。DST さん、
ありがとうございます。あ、ゲーム実況してくださっても見ますよ。あ、本当ですか？実は私ゲームの配信のチャンネル別に作ってるんですけど、ちょっと全然今ね、できてないっていう。ゲームはね、裏ではすごいやってるんですけどね、なんか配信のこう、まとめて時間がなかなか取れなくて。うん、すみません。山吹さん、おやすみなさいと。はい、おやすみなさい。もう寝ましょう。いい夢を見てください。牛太郎さん、お疲れ様でした。いろいろお話聞けてよかった。ありがとうございます。BGM の件は、助かりました。ありがとうございました。せっかく昨日頑張って撮ったのが、ちょっと水の輪になるとこだったと思って、本当にありがとうございました。こなこなさん、ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。いい夢を見てください。では、じゃあ、この辺でおしまいにしましょうか。ちょうどね、日付ももう変わりそうですし、もうお祝いの日も終わりになりそうですので、また、新しいこの1年間、お付き合いいただけると嬉しいです。遅い時間までありがとうございました。では、おやすみなさい。